Firing chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program, Houston. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight. 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回は宇宙ステーションについてだったけど今回はスペースシャトル、アメリカが30年間運用した画期的な宇宙船の物語だ。他のロケットと比べてかなり見た目が独特だったわね。飛行機みたいに翼があって、これまでのロケットは一度使ったら終わりだった。でもシャトルは何度も宇宙に行ける再使用型だったんだ。何度も使える？それってすごい画期的じゃない？確かに画期的だった。でも、輝かしい功績の裏には大きな代償もあった。今日はその両面を見ていこう。1972年、アポロ計画が終了した。月面着陸という偉業を成し遂げたアメリカだが、問題があった。問題？何が問題だったの？費用だ。アポロ計画は莫大なお金がかかった。毎回新しいロケットを作り、一度使ったら捨てる。これでは続けられない。ああ、確かにもったいないわね。そこで NASA は再使用可能な宇宙船を構想した。飛行機のように何度も往復できれば、コストを大幅に削減できる。賢い考えね。でも本当にそんなことできるの？技術的には非常に難しかった。大気圏再突入の高温に耐え、滑走路に着陸できる宇宙船を作る必要があった。普通のロケットは大気圏で燃え尽きるか海に落ちるもんね。滑走路に着陸って難しそう。スペースシャトルは3つの部分からなる。オービター本体、外部燃料タンク、2本の固体ロケットブースターだ。思っていたよりも複雑ね。オービターが宇宙飛行士を乗せて宇宙に行く。外部タンクは使い捨てだが、固体ロケットブースターは回収して再利用する。全部じゃないけど、かなりの部分を再利用できるのね。当初の計画では週に1回打ち上げ、1機あたり100回以上使用可能とされていた。週に1回？そんなに頻繁に？これは後に現実的ではないとわかるのだが、当時は楽観的な見通しだった。5機のシャトルが建造された。コロンビア、チャレンジャー、ディスカバリー、アトランティス、エンデバーだ。5機も、それぞれに名前があるのね。歴史的な探検船の名前から取られている。コロンビアは初号機で、1981年4月12日に初飛行した。4月12日？ガガーリンが宇宙に行った日と同じ日ね。そうだ。意図的に選ばれた日付だった。ガガーリンから20年後、アメリカは新しい宇宙時代を開こうとしていた。スペースシャトルは30年間で135回のミッションを実施した。多くの偉業を成し遂げたんだ。135回？すごい回数ね。どんなことをしたの？1990年、ハッブル宇宙望遠鏡を軌道に投入した。これは天文学を革命的に変えた。ハッブル、宇宙の綺麗な写真を撮ってるやつね。そうだ。しかも打ち上げ後に不具合が見つかったが、シャトルで宇宙飛行士が修理に行くことができた。修理に行けるの？スペースシャトルだとそんなこともできるのね。1993年、1997年、1999年、2002年、2009年と計5回の修理ミッションが行われた。ハッブルが今も稼働しているのはシャトルのおかげだ。宇宙空間で色々作業できるとなると、一気に計画の幅が広がりそうね。ISS の建設にもシャトルは不可欠だった。大型モジュールを運び、宇宙飛行士を送り、物資を補給した。あ、前回の ISS ね、シャトルがなかったら作れなかったのね。シャトルの貨物室は長さ18メートル、直径 4.6 メートル。大型バス1台分の荷物を運べた。バス1台分？めちゃくちゃ大きいじゃない。
さらに、広大な貨物室を活かしスペースラブという実験室を搭載することができ、無重力実験を行った。材料科学、生物学、医学など、様々な分野の研究が進んだ。宇宙ステーションでの実験と違い、高い頻度で打ち上げできるのはありがたいわね。日本人宇宙飛行士も、シャトルで多数宇宙に行った。毛利守、向井千秋、若田光一、土井隆夫。日本人も、シャトルは国際的だったのね。シャトルから宇宙遊泳を行い、故障した衛星を修理したり、回収したりすることもできた。使い捨てロケットではできない、シャトルならではの活動だった。しかし、1986年1月28日、スペースシャトル計画最大の悲劇が起こった。悲劇？何があったの？チャレンジャー号が、打ち上げから73秒後に空中分解した。7人の宇宙飛行士全員が亡くなった。73秒？打ち上げ直後じゃない。何が原因だったの？固体ロケットブースターの接続部にあるオーリングというゴム製のシール材が原因だった。オーリング？小さな部品なのね。その日の朝、気温が氷点下に近かった。低温でオーリングが硬くなり、シール機能が低下したんだ。寒さが原因なの？そうだ。ゴムでできた部品は低温になると弾力性が失われて、シール材として機能しなくなってしまう。そのせいで熱いガスが漏れ出し、外部燃料タンクに引火して爆発した。実は打ち上げ前に技術者が危険性を警告していたが、NASA は打ち上げを強行した。警告があったのに？どうして止めなかったの？当時、シャトルの打ち上げスケジュールは過密だった。年間24回の打ち上げ目標があり、遅延は許されない雰囲気があった。スケジュール優先で安全を軽視したってことね。結果的にそうなってしまった。このミッションには民間人の教師、クリスタ・マコーリフも登場していた。宇宙からの授業を予定していたんだ。先生も乗ってたの？子供たちはショックだったでしょうね。全米の学校で生中継を見ていた子供たちの前で、悲劇は起こった。アメリカ全体が深い悲しみに包まれた。事故後、シャトル計画は2年半停止された。徹底的な調査と設計変更が行われた。二度と同じことが起こらないようにしないとね。オーリングの設計変更、打ち上げ基準の見直し、組織文化の改革など、多くの改善が行われた。2003年2月1日、再び悲劇が起こった。コロンビア号が大気圏再突入中に空中分解し、7人の宇宙飛行士が亡くなった。また？どうして？安全対策したんじゃないの？原因は全く違うものだった。打ち上げ時に、外部燃料タンクから断熱材の破片が剥がれ落ち、オービターの左翼に衝突していたんだ。断熱材？なんとなく柔らかそうだけど。時速約800キロで飛行中の衝突だ。ブリーフケースサイズの断熱材が、翼の耐熱パネルに大きな穴を開けた。そんなに速いと、柔らかいものでも危険ね。16日間のミッション中、誰もその損傷に気づかなかった。帰還時、高温のガスが翼の内部に侵入し、構造が破壊された。気づいてれば助かったの？事故調査で、もし損傷が分かっていても救助は極めて困難だったことが判明した。でも問題は別にあった。別の問題？実は打ち上げ時の断熱材剥離は、以前から頻繁に起きていた。毎回起きているから問題ないと考えられていたんだ。慣れちゃってたってこと？危険なのに？これを正常性バイアスという、繰り返し発生する異常を正常と認識してしまう心理だ。チャレンジャーから学んだはずの教訓が、生かされなかった。悲しいわね。また同じような過ちを。この事故で、NASA とアメリカ政府はシャトル計画を根本的に見直した。シャトルは当初の理想ほど安全でも経済的でもないという現実を受け入れたんだ。2011年7月8日、アトランティス号が STS-135 ミッションで最後の飛行を行った。ついに終わりなのね。7月21日、アトランティスがケネディ宇宙センターに着陸。30年間のスペースシャトル時代が幕を閉じた。なんで終わりにしたの？まだ使えたんじゃない？
当初安価な宇宙輸送を目指したシャトルだが、実際には1回の打ち上げに約450億円かかっていた。450億円？全然安くないじゃない。再利用といっても、毎回膨大な整備が必要だった。エンジンの分解点検、耐熱タイルの交換、何千もの部品チェック。手間がかかりすぎたのね。そして、135回のミッションで2回の重大事故。成功率は 98.5 だったが、2回の事故で14人が犠牲になった。確率で考えると、50回に1回は事故が起きる計算ね。それでもシャトルの功績は計り知れない。355人の宇宙飛行士を宇宙に送り、ISS 建設を実現し、ハッブル望遠鏡を守った。再使用型宇宙船という概念を実証し、後の民間宇宙開発に道を開いた。スペース X やブルーオリジンの再使用ロケットは、シャトルの教訓を生かしている。失敗もあったけど得たものは大きかったのね。今回はこんなところかな。今回は複雑な気持ちになる話だったわ。スペースシャトルの話となると、どうしても事故の話がメインになってしまうな。スペースシャトル計画を詳しく解説する動画も作る予定なので、そっちではポジティブな話もできるんじゃないかな。次回は何をやるの？民間企業による宇宙開発だ。スペース X のような民間企業が宇宙ビジネスに参入し、ロケットの再利用を実現した革命的な変化を見ていく。民間企業、また新たな時代に突入するのね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。